はいどうもこんにちは、ごしばと申します。本日はアークのコマンド限定生物6選というのをね、やっていきたいと思います。アークいろんな生物がいますけれども、中にはね、コマンドでしか出せない生物というのもいます。以前ね、こちらの動画で紹介した生物の中にもそういった生物いるんですけども、今回ね、この動画で紹介した生物は除外しての6選になります。皆さん知らなかったような生物もいるんじゃないかなと思いますので、ぜひとも最後まで見ていただけると幸いです。この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では行きましょう。はい、1つ目はみんなご存知、セイバートゥースサーモンのコマンド限定の答えになります。はい、まずこのサーモン自体はね、普通のセイバートゥースサーモンだったり、サーモン変種だったり、X セイバートゥースサーモンというような種類がいますね。そしてジェネシス1限定でこのレア X セイバートゥースサーモンという生物もいます。緑色に発光する珍しいセイバートゥースサーモンですね。なんならこの生物も見たことないっていう人も結構いるんじゃないでしょうか。この生物は普通に湧くらしいですけど、僕も見たことはないですね。はい、そんなレア X セイバートゥースサーモンよりもさらにレアなのがこいつ。はい、このように金粉を振りまきながら泳ぐゴールデンセイバートゥースサーモンですね。優雅です。こんな生物見たこともないですね。はい、水中なんで少し分かりにくいですけど、こいつね、確かに金色なんですよね。はい、ここ分かりやすいですね。見てください、この優雅さ。しっかり金色となっております。これがゴールデンセイバートゥースサーモンですね。はい、こちらの生物ね、おそらく通常では出現しないと思われます。出現報告聞いたこともないんでね。ただ何のためにデータが存在しているのかもうわからない、ちょっと謎の多い生物となってますね。所詮サーモンなんでね、ちょっと戦闘用には使えないかと思いますけど、なんせね、金色。はい、こんな感じでね、鑑賞用にはもってこいなんでね、ぜひね、お家に飾って成金気分を味わうといいんではないでしょうか。コマンドはこちら。はい、アークのボス生物は基本的に各ボス3種類ずついますね。難易度ごとに分かれてて、アルファ、ベータ、ガンマですね。で、各ボスごとにね、色や能力が違ったりしてるんですが、このボスの中にはね、この難易度のついていない無印版というものが存在します。はい、例えばドラゴンの無印だったらこれですね。名前にもね、ドラゴンとだけしか書いてません。ただね、これ姿はガンマと一緒ですね。はい。で、こういったドラゴンのね、ボスは出してもね、ちゃんと操作することができないんですけど、この無印版に関してはしっかりね、思い通りに操作することができます。これ多分なんですけど、このボスの無印版ってコマンドでしか見られないかというと、多分そんなことはなくて、僕もね、あんまりやったことないんでね、詳しく知らないんですけど、多分ジェネシスのミッションとかで、ボスに乗れるミッションがあるんですけど、そこで登場するのってこの無印版なんじゃないかなっていう気がしますね。だからしっかり動かせるんじゃないかなっていう気がしてます。あとは今流行りのバトロワ版のアークとかにもね、出てるみたいなんでね。なんでしっかり操作がインプットされてるのかなっていう気がしてますね。なのでドラゴンに関してはちょっとコマンド限定感というのがね、あまりないですけど、しっかりコマンド限定の無印版のボスというのも存在します。はい、それがこのクリスタルワイバーンクイーンです。アルファ、ベータ、ガンマと言いますけども、僕の知る限りね、このクリスタルワイバーンクイーンの無印版はコマンドでしかお目にかかれないと思います。はい、それがこいつです。クリスタルワイバーンクイーン無印版。そう、なんとね、このクリスタルワイバーンクイーンに関しては無印版、色が違うんですね。ボスの中で無印版の色が違うのは唯一このクリスタルワイバーンクイーンだけです。カラバリがね、ちゃんと用意されてるんですよね。操作もね、普通にすることができます。特に変なこともない。一方ボスはというと、クリスタルワイバーンクイーンに関してはボスもちゃんと操作できますね。なんでその辺は一緒ですね。はい、ということで第4のクリスタルワイバーンクイーン、
かっこいいんでね、ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。コマンドはこちら。はい、あとね、このフェンリルボスの無印版っていうのはいないんですが、代わりに中ボスのハティとスコルの無印版はいるんですね。こちらですね。ミニフェンリルボスとしておきましょう。ハティとスコルと同じサイズですね。ただ、トゲトゲがなくてちょっと地味ですよね。はい、ただ普通のフェンリルと比べると、このようにだいぶ大きさ違います。親子ぐらい違いますね。こちらもね、地味ですけども、コマンド限定生物なんでね、よければ使ってみてください。コマンドはこちらです。はい、ボス以外の一般生物の中にも、コマンド限定の無印版が存在するものがあります。それがこのワイバーンですね。非常に人気の生物ですけども、最も一般的なのはね、このファイヤー、ライトニング、ポイズンになるかと思います。ちなみにね、この3色はアークのオベリスクの3色をイメージしているらしいですね。他にもね、マップによってアイスワイバーンとかフォレストワイバーンっていうのもいますけども、基本的に何かしらなんたらワイバーンっていう名前なんですよね。はい、そんな中、コマンド限定で出せる無印のワイバーンがこいつです。はい、このようにね、ワイバーンとしか書いてないですね。他3種と比べても、色がしっかり違いますよね。ファイヤーワイバーンに近いっちゃ近いですけど、ファイヤーワイバーンの方が赤いですよね。こっちの方がなんか茶色くて、よりなんか竜の原種っていう感じがしますよね。おそらくね、この普通の無印のワイバーンが他のワイバーンたちのベースになっているものだと思われます。特にね、変わった能力とかはないんですけど、普通のワイバーンと同じようにね、動かせるんで、この渋い感じが好きだという方はね、ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。コマンドはこちら。はい。サモンド種とは、こういう風にね、サモナーが召喚する、なんか汚染されたような生物のことを言います。こいつらがサモンド種ですね。はい。で、サモナーが召喚したこいつらに対してはね、もちろん普通にテイムすることもできませんし、強制テイムコマンドも効かないんですよね。なのでね、こいつらを使うことは普通はできないわけですが、コマンドを使うことでそれを可能にすることができます。はい。まずはね、普通に、サモンド化させたい生物を出します。テイムした状態で出します。はい。その状態で生物をサモンド化させるこちらのコマンドを入力します。そうすると、はい。このようにね、生物がサモナーから召喚されたのと同じような姿に変化します。はい。ちなみにサモンド化しても能力とかは変わらないです。はい。なので見た目を楽しむだけにはなるんですが、このコマンド、なんとね、本来サモナーが召喚しないような生物に対しても使うことができます。はい。サモンド化したドラゴンです。はい。なのでね、いろんな生物をサモンド化して楽しんでみてはいかがでしょうか。はい。アークではね、洞窟とかのダンジョンだったりとか、あとはジェネシスで受けられるミッションとかにも、いろんな生物出ますけど、そういった生物っていうのはね、通常の生物とはまた違う個体として扱われています。あとはボスの時に一緒に出てくる古文みたいなの、ボスミニオンって言うんだけど、そういうのもそれに当てはまるね。はい。例えばね、今、プテラノドン2体いますけれども、これね、一見姿は全く一緒に見えるんですけど、この2体実は違う個体ですね。こっちは普通のプテラノドン。普通のプテラノドンなんですが、こっちはね、ミッションで出てくるプテラノドンです。なんでね、インベントリにアクセスできないですね。っていう風にね、こういったミッション限定とかダンジョン限定の生物もコマンドで出すことができます。ただね、そういった生物たくさんいるんですけど、その多くはね、姿は一緒で能力値だけが違うミッション仕様になっているとか、そういうのが多いんですよね。中にはね、深掘りすればもっと面白い生物もいるんかもしれないんですけど、今回はね、ちょっとわかりやすく特徴のある生物を紹介したいと思います。はい、それがこちら。こちらね、テック洞窟に出てくるメガロサウルスになります。こちらのメガロサウルスはね、ちゃんと乗れたりしますし、インベントリにアクセスすることもできますね。で、こちら何が特徴あるかと言いますと、もうね、お気づきの方もいるかもしれませんが、はい、普通のメガロサウルスはね、こういう風に日中はね、寝ちゃうんですよね。
で、無理やり起こすこともできるんですけど、今ね、右上に意識朦朧っていうデバフ出てますけど、こういう風にね、無理やり起こして動かしても、移動速度や、あと攻撃力にデバフがかかって、弱くなるんですよね。はい。睡眠不足度というのが溜まってます。ですが、このテック洞窟さんのメガロサウルスは、そういったデバフも一切かからず、日中も普段と変わらず行動することができるというね、通常のメガロサウルスよりも優秀なメガロサウルスとなっております。こちらね、なかなか特徴があって面白いんでね、ぜひ使ってもらえればと思います。もしかしたら他にもね、ミッション生物とか、ダンジョン生物の中にもね、有用な生物いるかもしれないんでね、そういうの見つけたらね、ぜひ教えてください。コマンドはこちら。はい、アークではね、シングルプレイだと自分以外の人間に会うということはないですよね。しかしコマンドを使えばそれも可能になります。はい、こちら、男です。起き上がりました。はい。なんとね、これね、ローカルの、オフラインローカルですからね。オフラインローカルですけども、自分以外の人間が存在します。2発で昏睡しましたね。申し訳ない。こういう風にいじめることもできます。はい。ちなみにね、ちゃんと女を出すこともできます。はい。これね、こんな版ですね。ちょっとね、坊主なのが気になりますね。もうちょい可愛らしくできたり、服とかも着せてあげられたらいいんだけどね。ちょっとそういうのはできないっぽいですね。なんでね、ちょっと奴隷化させるみたいなね、そういうことはできないですけど、一人で寂しくプレイしてる方はね、家に置いてあげるだけでね、賑やかというか、寂しさが緩和されるかと思うんでね、そういう人はね、ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。怖っ。殴ったら顔が、殴るとね、こんな顔されるんで気をつけましょう。怖いですね。非常に。はい、いかがでしたでしょうか。アークのコマンド限定生物6000のご紹介でした。中にはね、使い方によってはなかなか面白いものもあったんじゃないかなと思います。アークね、本当にいろんな要素が盛りだくさんなんで、僕がまだ気づいていない生物とかもいるかもしれないんでね、もしね、こういうのもいるよっていうのがあったら、ぜひコメントに書いてくれると嬉しいです。他にもね、アークのこういった動画、いろいろ出してますんで、よければね、他の動画も見てくださるとありがたいです。ということで、最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。では。